型紙なしで簡単に作れる丸巾着の作り方です。お皿やガムテープなど丸いものがあれば作れます。このお皿のサイズなら一回り小さいこの丸巾着、ガムテープの外側を使ってこちらの巾着、簡単に作ることができます。内側は裏地付きで継ぎ目もなくとても綺麗な巾着袋です。材料はこちらです。表布と裏布、紐です。生地のサイズの基準ですが、表2枚裏2枚を使うので半分に折って使いたい丸プラス上が3センチあれば大丈夫です。今回は11センチ直径があるガムテープを使って作ります。出来上がりは 8.5 センチぐらいになります。まず生地の裏側に丸を写し取ります。今回はちょっと分かりやすいように無駄のある生地を使っていますが、端の方で無駄がないように作ると良いです。周りに丸を描きます。上に横線を引きます。次に縦の線を引きます。この横線から上3センチを引きます。ここが3センチです。表2枚と裏2枚を重ねて切り取ったら、あとは縫うだけです。ハサミで切ってもいいですし、カッターがある方はカッターで切っても良いです。今回はロータリーカッターで切り取ってみます。私はこの 45mm のものを使っています。ちょっと出てしまったところはハサミで切ります。このように切り取りました。表布と裏布を合わせて留めます。生地の表同士を合わせて1センチの縫い代で縫います。
もう1枚も同じように縫います。表同士を合わせて1センチの縫い代で縫います。表布が下になるように置いて開いてアイロンを当てます。縫い代が裏側に倒れています。これは反対でも良いのですが、縫い代が裏側に倒れている方が後で綺麗に仕上がります。表同士、裏同士が合うように合わせます。この縫い目から3センチずつに印をつけます。ちょっと縫い目が見えにくいので印をつけます。ここが縫い目です。ここから3センチずつに印をつけます。これは先日作ったホック紐付け定規です。ご家庭でも簡単に作れるので、作り方のリンクを概要欄に貼っておきます。ここが紐通し口になるので、紐通し口を開けて1センチの縫い代で縫います。カーブのところを5ミリくらい切り取ります。直線ラインはそのままで良いです。紐通し口のところを折ってアイロンを当てます。この真ん中の紐を通すところだけで良いです。ここでしっかり当てておくと、後で紐を通す角のとこがきれいにできます。紐通し口から表に返します。ここできれいに作るポイントです。表布の方はカーブのところを引っかくように紐通し口から手を入れてちょっと引っかくように、そうするときれいにラインが出ます。そしてきれいに作るポイント2つ目が、ここで一度表だけアイロンを当てておくことです。カーブをきれいに出してからアイロンを当てます。紐通し口のところも当てておきます。裏布を中に入れます。ここにアイロンを当てておくと、裏布を入れた時に
しっかりと合わせやすくなります。奥の方まで入れて、定規や角出しなどで入り口を上に引き上げるようにするときれいにできます。2センチぐらいの定規でも良いです。裏布を沿わせて、上端もアイロンを当てておきます。上端から1センチのところを縫います。反対側は一緒に縫わないように裏側へ折っておきます。次にこの切り替えのところも一周縫います。そのまま縫っても良いですが、線を引いておくと分かりやすくて良いです。折り目のところに少し線をつけて、線を引いてから縫うと縫いやすいです。回しながら裏を縫わないようにして縫います。小さい巾着はどうしてもちょっと縫いにくくなります。直径が15センチ以上ぐらいの方が縫いやすいかもしれません。紐を通します。今回は普通のサイズのこの紐を通しますが、リボンなどでも可愛くできます。紐の長さですが、横プラス5センチ、5センチぐらい出しておきます。それの倍の長さをつまんで、さらに倍にしたこのサイズを切ります。もう一度すると、巾着の端から5センチ出して、これを倍にします。それのさらに倍にした長さが紐の長さになります。紐を通したら出来上がりです。
丸紐を使うとこんな感じになります。リボンで作った時は端がほつれてくるので、このように端を結んでから一緒に切ってほつれ止めかマニキュアを塗っておきます。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。テイラーセビリアのマジックフォークピン、2つに分かれた待ち針です。少し斜めになっていて刺しやすくなっています。2つに分かれたところを留めるのなどに便利です。一度でしっかり留まります。マチを作る時にも便利です。今回はホック付けに便利なこちらの定規を紹介します。こちらは私がパソコンで作ったものですが、100均で売っている工作用紙を使うと家でも作ることができます。紐付けにも使えます。こちらで試してみます。このように丸い蓋のついた小物入れです。目打ちを用意して蓋の丸を上にします。横の線を真ん中から同じサイズに合わせて上も合わせます。ホックをつけたい位置に穴を開けます。1.5 センチだったらこの端から 1.5 センチの数字がついているので、ここに穴を開けると真ん中に穴を開けることができます。蓋を閉めて印をつけた時に横の線がずれることがあります。それでこれを使って横の位置の確認もできます。ずれていたら真ん中に修正して穴を開けます。ここにホックを通すと真ん中にきれいにつきます。バッグなどのホック付けをするときは半分に折って真ん中の印をつけて真ん中に合わせて印をつけることができます。紐付けもこのまま真ん中に合わせて印をつけられます。方眼の厚紙があれば簡単にできます。真ん中から外側に向けての目盛りと上から下への目盛りを書くだけです。14×5 センチに方眼厚紙を切ります。真ん中に印をつけて真ん中を 2.5 センチ切り取ります。真ん中の上から 2.5 センチまで切り取ります。真ん中線から少しだけ横に線を引いてここを切り取ります。後ろに折ってパチッと切ります。
真ん中の線を引きます。ここから外側に目盛りを入れて、縦の目盛りを入れたら出来上がりです。縦の目盛りは上から入れます。1センチごとの目盛りを書いて、横に1、2と書いておきます。細かく入れてもいいですが、これで 1.5 センチもわかると思うので、1と2だけで良いと思います。あとは真ん中から外側に向かって目盛りを入れます。5センチのところは分かりやすく少し大きめに書きます。間の目盛りを入れたら出来上がりです。1センチのところはちょっと書きにくいので、2センチのところから2、3、4というように数字を入れていきます。ちょっと細字の方が良かったかなと思ったので、下は細字で書きます。こちらのように少し色を変えても良いです。今回は厚紙で作りましたが、パターンシートなどでも良いです。これまでに紹介したものをまとめた便利定規セットですが、今回ここにホック紐付け用定規として2つ入れています。あとはカーブ定規とマチ定規がついています。いずれも自分でも作れるので、動画のリンクを概要欄に貼っておきます。単品の購入先もリンクを貼っておきます。